おはようございます。画家の小木曽です。第109回の鬼講評会を始めたいと思います。この鬼講評というのはですね、ちょっとこちら見といてください。私が展覧会などを見に行って、もうちょっとこうしたらいいのにな、こうしたらいいのになとかっていう風なことを偉そうに思っていることが口からボロボロと出てしまったという企画です。今日はなぜか青い背景ですけども、出してみたいという人遠慮なく出してください。全然いいですよ。ただ、こう、2週間に1回ぐらいにしていただけると助かります。今週すごくベストな35枚というなんか僕の中で一番理想的な数字になりまして、非常に助かりました。ありがとうございました。2週間に1回程度、多くてもですね。で、初めて送ってみたいという方、こちらの方のここのタイトルクリックすると、ここの動画に行って、それでこれを見て、こういう風に規約があるんやなということで、送ってきていただけると助かります。で、私、ちょっと著作権に非常に厳しいです。著作権というかですね、で、ネットとかの画像を見て書くということは、やっぱり極力控えてほしいんですが、もうどうしてもやっぱり引用はせざるを得ない時ってあると思うんですね。なんていうか、引用というかですね、なんていうか、それとか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 を足して描くとかっていう形にしてもらえたりすると、ちょっと雑談長くなりそうなんで、1枚目ちょっと出しておきましょう。こちらの作品ですね。非常に助かりますというか、何個かこう組み合わせて自分なりにアレンジしていくのはいいんですけど、それをそのまま映してしまったりすると、後々ですね、この YouTube というのは編集ができないんですね。動画を残していたらそれはできるんですけども、私はスマートフォン一台勝負という新しいスタイルを確立しようと思っておりますので、そのスマホの中に動画を、長い30分の動画が1週間で例えば5本撮ったらなんぼですか、150分ですか、150分の動画が毎週溜まっていったりするとえらいことになって、なんていうかストレージがパンパンになってしまう問題というのが起こって、この今使ってる iPhone の前の iPhone の時は結構それがライブ配信中に起こったりとかして、途中で止まったりとかっていうことが結構あったんで、もう削除していくんですねっていうことが起こりますので、すみませんが、ちょっとその著作権に関しては何かいろんなものを足したりとかね、例えばここの空の部分だけどうしてもちょっとこう現場に行って写真撮ってみたんやけどうまいことできんかったから、何かどこかでうまいこと組もうとかですね、何か例えばもうよくウミガメなんかっていうのは絶対この人写真撮ってへんやろと思って、それは分かってるんですけど、で例えばそれをそのまま全部写すんじゃなくて、いやそこにまた違う魚どこどこの水族館のとか、そういう感じにしてアレンジメント、例えばインターネット上にある画像を反転させながら使ってみるとか、ちょっと位置を変えてみるとか、なんかこう亀を2匹くっつけて頭だけがすっぽんになってるとかなんかその辺を適当にやってもらえると助かりますということです。であとですね、ちょいちょいあるんですけど、絵を欲しいということで、言うてきてくださる方がいるんですけど、はっきり言ってしまいますと、もちろん個別に私に直接売ってほしいっていう人もいるんですけど、ですね、可能な限り画廊を通してもらえた方が私個人もものすごい助かるんですね。でそれはなんでかというと、例えば額縁をその画廊さんがつけてくれることもありますし、例えば飾り付けに行ってくれることもありますし、私自身の実績にもなるんですね。で私自身の実績にもなりますし、ちゃんとそういうルートから買ったということで、そういうで私自身が管理できなくなってきてしまう部分もあったり、もちろんその画商さんとかを通して、すると手数料とかかかるんですけども、手数料がちょっとやっぱねの分ちょっと高くなったりするんですけども、例えば YouTube で上げてる水彩画とか欲しいですとか言ったら、大阪だったら東京だったら日動ガールさんが今主でやってますけども、あとは三越さん、高島屋さんとかに小木曽先生のって問い合わせたら、本店の方ですね、日動さんでも高島屋さん、三越さんでも小木曽先生の担当いますよということで多分つないでくれると思いますし、関西は関西でですね、大山という大阪に画商さんがあるんですけども、大山さんっていうところにちょっと頼んでもらえたりすると、小木曽先生のなんか映画欲しくてYouTube で上がってた水彩画あって、で水彩画は大体ですね、ちょっと時間かけたものが15万円ぐらいとか、まあのものが12万3万とか、安いやつだと10万とか、ライブペンで書いたのが10万なんですねっていう風に大体してまして、油絵の場合は10号が58万なんで80万とかちょっと高くなったりするんですけども、ちょっとそういう風に言ってもらえたりすると、画廊とかを通す場合とかは
若干こう一般的な価格より安くするというようなこともできる可能性もありますので、私がすごい助かるんで、よろしくお願いしますということをだらだら長々話してこの作品を見せておいたんですが、すごくいいから見せておいたんですね。最近ちょっといろいろ質問とかがあったりとかしてですね、絵を見たいのでいくつか画像送ってくださいって言って、今から1ヶ月ぐらい前かな、でも絶対買うんでって言って、とか言ってですね、わざわざちょっと今大学にあるやつ何本かあるかなと思って日曜日に朝から行って何時間かかけて調べて、その作品の結局それを電話でもやり取りしたけど、その後何の連絡もないんですよ。まあ怒ってるというわけじゃないですけど、その3時間を返してほしくなっちゃうんです、私としてはね。でそういうのを間に入ってくれると助かるという話です。でこの作品非常にいいのでだらだら長く載せておきました。初めての東京じゃない投稿ですということで、毎日動画楽しみに、学生気分でございますと。絵を、息子さんが通っている教室に通い始めたのきっかけで高校の美術部以来、いや非常にいいですよ。なぜか空が気になり何枚か描いていますが、手が遅く一つ作品に 1,2 年かかってしまいますか。これを半年ぐらいにできるといいんですけどね。半年で5年間で 10枚か、15枚ぐらいあると古典とか、いやこの方多分古典とかできるレベルですよ。で空ばっかり描いたような絵描きさんとか見ますし、非常にいいと思います。で最近できた作品で、仕事を終えた後に見た、朝に仕事を終えてるということですか。いや何年もこの時間の仕事をしていてということでね、この YouTube、月曜日に上がってると思うんですが、びっくりしてるんじゃないですか。朝一で私の作品が寝ようかなって家帰ったら長々ともう5分近く上げられてるぞということで、非常に近くの建物や工場、緑のシート枠組みがありますが、建物が影になっていて、なんだかお芝居の舞台みたいだなと思い、そうなんですよね、電柱灯もあえて描きましたということで、この電柱灯もすごくシャープな線で、こんなよう描けてますね。油絵15号だということで初めてでドキドキしていますということで、本当にこの方はもしかして本当に継続をされていったらものになるぐらいの、何にも言うことないぐらいの作品だと思います。お芝居の舞台のようだったっていう、ここなんですよ大事なのは。でただ綺麗だったなとかっていうだけじゃなくて、プラスアルファの言葉をくっつけていけてるところが非常に良くて、パンと写真撮って空が綺麗だっただけじゃその印象をこの方1年間ぐらい描いてるっていうことなので、その印象を残し続けることでできないじゃないですか。でもその見た瞬間のものっていうのをプラスアルファの、これは空綺麗って何やろな、どっかで見たようななんかやなと、お芝居の舞台なんかそういう言葉がくっついてきていて、本当何も言うことない。そのブルーシートがかかっているその直線の線がすごくシャープに入っているのが、自然の空の雲のなんていうかこう形、うねうねとした形をより助長している、もう本当に秀作だと思いますので、1年に1回と言わず半年に1回ぐらい送ってきてください。本当何も言うことないですよ。言うことあるとすればいいや、言わん方がいいですね。左の方のこの辺の草むらっぽいなんかちょっとここのところが状況がわからなすぎて、普通に壁だけでよかったんちゃうかな、下になんか草かなんかがあったのかなっていう感じがして、案外そういうところに目がいってしまったりするので、これだけパーフェクトに近い作品になるとですね、最後にちょろっと鬼を出しました。はい、次の作品ちょっと順番こうしまった、いきます。こちらの作品でございます。すいません、なぜ青にしてんのって話ですけどね、いろいろ妻とも話してて、よし YouTube の背景どうしようかとか、洋服コスチューム作るかっていうことで、ちょっとそういうアウトレット的なところに行って、そういううちの恐竜男くんは恐竜のダイナソー T シャツがあったんで、私も何かコスチュームでも作りたいねなんてゲラゲラ笑いながら話していたんですけど、なかなかそれがうまいこと浮かばずに、結局じゃあどうしようかなと思って、じゃあ背景の色をちょっと変えてみようかっていうことで、黒を先当てみたいんですけど、黒やとなんか絵が多分あんまり見えんかなということで、青という、これは私最近ちょろちょろ見てるなんか女子中学生が多分高校生だと思うんですけど、ヘライザーさんっていう人がいて、その人がなんかすごい世の中を悪口で切っていくという YouTube があって、多分お年を召された方は見ない方がいいから刺激的な言葉遣いのすっごい頭の回転の速い子で面白いなと思って、
それをちょっとパクらせてもらいましたということです。で、初めての応募です。そうですね、今週は初めての一企画でございます。F45 家の花壇のカンナ、花の名前カンナっていうんですねを描きました。構図も題材も全く面白くないと承知していますと。高校3年間美術部でデザイン画を描いていました。油絵が描きたくて自己流で描きました。優しくダメ出しをお願いしますということで写実的な絵を描きたいですが性格が雑なところがあるので無理かもですと。恐竜くんの声が動画の中で聞こえてくるとワクワクして出てきてと叫んでます。本当ね、皆さん想像を絶するぐらい大変なんですけどね。恐竜これ撮ってんのが金曜日で、前日の木曜日私朝ちびっこを保育園に預けに、ちょっと最近一日保育的なのを預けに行ってるんですけど、なんでかっていうと、もうすぐうちの妻も子供生まれ9月に生まれるんで、もし何かあった時にですね、ということでどこか一日保育的なところないかな。一応うちの妻も家で仕事してたりするんですけども、ないかなっていうことで預け出して1ヶ月間毎日というか風邪をひいて、3日間なんかなって、で2日間治ってまた3日間みたいな、なんか風邪とかなんかっていう感じでいつも病気もらってきおりますもんね。で木曜日にこれ、前日、今録画している前日に預けに行ったら、朝僕初めて送ってったんですよ。いつももううちの妻がもう送っていくとうえーってなるそうなんで、僕やったらなんとかうまいこと適当にできるかなと思って、女うまいこと言ったんですね。ヘラヘラしながらですね、一緒に車の中で歌いながらですね。そしたら預けて、でよしうまいこと成功したということで、すぐに車の中で LINE して、うまいこと言ったよって言って、で車走らせて大学に行こうかなと思ってヒューって言ったらピコンって言ったんで、コンビニに何ですかあれを止めて、車止めて、LINE 見たら熱が出たということでしょっちゅうっていうことですが、今何をダラダラ話しているのかというと、その日の何時間後は今のこの私のところのこんな感じですよ。こんな、まあいいですね。はい、じゃあ写実的に描きたいということで、ですので、優しくいきますけども、難はある。まず後ろの柵とかは書かんでいいですよ。もっともっと逆に4号やったら絞り込んでみてください。大きさ的に言うと本当にどれぐらいかな、これぐらいやと思いますよ。これぐらいかなこれぐらいやと思いますけども、まず4号ぐらいやったら書きたいところだけに絞った作品に一回してみてください。書きたいとこでやっぱりどうしてもモチーフが小さくなってしまうと書き込みみたいな大変やったりするので、もうぐっと絞り込んでいいです。15とかもう少し大きいんやったらいろいろあれですけども、で完全に乾くのを待ってまた書くという作業もしてください。逆に濡れている状態で頑張って粘るということもしてください。でどっちかというと濡れていながら頑張って粘るということはできていますが、一回完全に乾かして、それで本当油絵の特性っていうのは熱く塗れるっていうことと、逆にそれの逆ですよね、薄く塗れるっていうことができるわけですよね。であとは透明感を出せるのでグレーズと言います。でスカンブルって言って半透明を塗れたりとか、でそういう乾かした上にできる作業というのがあるんですよ。でそれをやっていくと色味っていうのはすごく複雑になっていきますので、ちょっと今の段階だとまだ色合わせになっています。まず描くところを絞る、そして絵の具のプロセスを自分の中でちょっとイメージするということをされるとぐーっと良くなる可能性を秘めているところはあるので、ぜひ頑張られてみてください。もちろんその次に光の設定とかをどっちから光来てんのかなっていうのは少し分かる方がいいかなと思います。ただ光がある程度強い日とかやったらば、コントラスト、写真を撮るとすごくコントラストがつきすぎてしまうので、庭なのでちょろちょろ本物見に行きながら描かれるといいかなと思います。ちょっと長くなりそうな1回目なのね。はい、次いきます。こちらです今週は7枚かける5日月火水木金かなという感じでいこうと思います。
本当に、朝のご飯の時、これもうちょっとタイミング早めてもいいですよ。5時45分に上げた方がいいとか、一応6時に上げてるんですけど、早めてほしいとかもっと遅めてほしいとか、ちょっとね作画動画を伸ばしたいので、なんかこういろいろこう時間は作画動画変えてますけど、鬼公平はいつも同じような時間です。こちらの作品、これも初めての方ですね。先週このチャンネルで初めて投稿です。私のトークとても分かりやすく、油絵20枚目くらいですが少し、取り入れてみました。油油彩は20枚目くらいですが少し取り入れてみました。場所は自転車で行ける多摩川、少し浸りながら描いてます。足を入れてるのかな。午後から夕暮れまで、雨季の天候ゆえ、川の流れ、雲風の流れも変化、草が揺れたり小魚の気配がするなど足元が幻想的に映りましたと。そこで、近景は描写というよりいろいろ混ざり合ったイメージとして描き、空も水面も描きたくて水平線を分割比に迷いましたと。F6 油彩、この構図で100号とか対策は持つでしょうか。辛口でも美味しくいただきますのでそうですか、よろしくお願いしますということで、100号はどうですか。いやできますよ。僕も全然これ書ける自信ありますけど、これ多分先週出会ったということだと、この鬼公表100何回もやってるんで同じようなことばっかり言ってるんで、同じようなことを適当にこう皆さんになんとなく面白おかしく伝えているというだけなんで、似たようなことでまずこの分割線が大体ですね、これ、分割線の時向こうに見える道とこう橋でしょうね。これ橋のところと空下の部分というのが大体 4.5 対 5.5 ぐらいなんですよ。で分かんないですよ。美意識を皆さんで持ってほしいんですけど、自分の好きな比率みたいなのを考えてほしいんですよ。で本当何でもあるじゃないですか。洋服を例えばいつも黒い服を着る人とかもいたり、いつも大体白っぽい服着る人もいたり、めっちゃクアラルンプールの方でまだ今最近ロックダウンされてるそうなんですけど、ド派手なもう服を着られるアングリーパンダさんっていう人もいたりするんですけど、自分らのセンスなんですけど、僕はその比率というのがあまりにも中途半端に 4.5 対 5.5 ぐらいだったら5にするか、もう8対2または9対1ぐらいのどんどんとしてあげると、どちらかにこう比重が寄ってくるんですね。で今やったらそこのところはちょうど空描きたいのか水描きたいのかみたいな感じになってきて、大きい作品になってくるとよりそれがもう目がバーンと散ってしまうんです。で、やっぱり僕は絵ってあんまり絵の中でいろんな言葉を言い過ぎない方がいいと思ってるんですね。いろんな言葉を言ってる絵って、例えばブリューゲルっていう人なんていうとか、昔の絵で具意画っていうかですね、絵の中にこうことわざを入れてるような絵ってあるんですよ。でそういった絵ならば別にもうその人間ってこんな感じやからこんな風に生きていきましょうねみたいなことのこう戒めを書いてるからいろんなものがあっていいんですけど、基本的にはそんなにいっぱいの言葉を言わんで、そうやったら2個書けばと。一番初め見せた方はもう空じゃないですか、まさしく。でこれも水なんか空なんかっていう風になってしまったりすると、大きい作品になるとよりそれがこう難しくなってくる可能性があるんじゃないかなという気がします。私はなんか下の方の絵の具のこう偶然的にまさにおっしゃった通り書いてある水を足をちょっと突っ込んで書いているところの雰囲気なんてすごく綺麗やったりするから、私だと上の方ズボーンと切ってしまった方が何かこう目的あたりっていうのは見えてくるのかなっていう、なんかこう体現してくるといろんなことをこう書きたくなってくる気持ちもわからんでもないので、なんかこうそのあたりを絞られていいかなと思います。すごくこの下の方の絵の具が厚く塗られたり薄く描いたり透明感の色のがあったりとかっていうのはすごくいいです。逆に空は空でこうモネのような印象派的な空でそれはそれは綺麗です。分かれたなっていう感じがしますので、そのあたりちょっと注意されてみてはどうでしょうか。次の作品こちらです。これも初めてですね。私は2019年から市民講座透明水彩を習っている。ああでもないこうでもないああでもないこうでもないと申します。ああでもないこうでもないさんかな、これよくわからありませんが、人生のタイムリミットに焦り早すぎるかなと漢字難しいな、うなりながらかな、もうこの春検定に応募した。そうか地名言うていいかな、鹿児島の方、奄美市奄美大島、限界集落、
もちろん船外後ホームランでした。そうなんだ。少しでも向上するため、船外の利用を教えてくださいということで、初心者ですがビシバシお願いしますと。君近な私は絵のタッチが荒く、それなのに後々しつこく悩んでああでもないこうでもないで、絵自体がよく変わっていきます。大っぴらには言えないのですが、絵の欠点が嫌で、それをごまかしたり辻褄合わせたりするため、フィクションの過失を繰り返し、神はしょっちゅうダメージ仕上げで、言葉面白い人ですねこの人。これが実力うんぬんかな。F6 号透明水彩、奄美大島の30個未満の集落を撮った写真から描いた。田中一村美術館があるところで私も行きたいですね。私の作品にも早く出会いたいと願ってますということで、あでもないことうんぬんかんぬんさんということで、はい年齢は、はい、非公表にしておきますというですね。これはね6号、検点の作品サイズ規定ってどれぐらいやったんですかね。100号とか50号とか30号ですかね。で例えばマックスがこれで20号ぐらいやったら6号でも多分チャレンジできると思うんですけど、100号ぐらいとかなってきたりすると6号じゃ多分厳しくなる可能性があります。例えばそれに2枚出していいって書いてあったら2枚出すとかしないと厳しくなるかなと。はっきり言ってしまうと展示できるスペースが限られてるわけじゃないですか。当たり前ですけど。でそれでももうその作品規定サイズに頑張ってそれに近づけてる人はある程度入選さそう。でもこれはちょっと小さいから今回遠慮いただこうかっていう形っていうのはどうしても、審査とかではあるので、可能な限りその作品規定サイズに近づけていった方が有利に働くということはちょっと思っておいた方がいいかなというふうに思います。私もたまにもちろん審査員とかするときに作品規定サイズがあってで、すごくちっちゃくてめっちゃいいのになーって言うて、でももう先生すいませんここから 30% 落としてくださいとか言われるとしぶしぶ落とすってなってきますので、これはその可能性はまず第一にあるかなと思います。で第二に普通に絵の方を考えていくと、この左上の電柱はいらなかったでしょうね。ここすっごい無駄やなという気がします。で第3に色がもう少しあってもいいのかなという気がします。ちょっと濃淡をつける時の影の色がちょっと汚い、色に見えてしまっているので、もう少しその辺の色が見えてきてもよかったのかなという気がします。いっぱい言われますね。とにかく惜しいですね。全体がどっちかというとこれ道の動きもこっちに行ってるんですね。こっちビューっと。でなんとなく山の動きもこっちに行ってて、でこの線もこっちに行ってて、なんとなく逆の動きがちょっとなんかこっちにあると、こっちですねあるとちょっとその辺まで見えてくるといいかなと。でこの方はちょっと雑でも色の使い方自体は綺麗なんですよ。影は汚いんですけど色の使い方自体は綺麗なんで、2019年から始められたということなんで訓練してくださいまず水平に手を動かす訓練をしてください。皆さんね肩から、これ僕40肩50肩ないんですよ。ビューとも46ですけど、で垂直に下ろす訓練をしてください。である程度こういった大きな動きを画面の中に作るようにしていってください。どうしてもこういうストロークが多いんですよ。チュッ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 ワンワンっていう動きを画面の中につけていけるようにするためには、ちょっと大きめの10号12号ぐらいをちょっとチャレンジしてふわっうわっとかっていう動きが画面の中に入ってくると、雑というより少し決まったっていう線が描けるようになってくると思います。まだまだちょっとアドバイスしたいんですけど、今回ちょっとこれぐらいにしておきますね。はい、次いきます。こちらの作品ですやばいお世話になります。私の的確な好評すごくためになってます。地元の絵画水彩サークルに入って5年のじいじですと、今回初めて投稿します。現代モチーフの蹴鞠かなをする蹴鞠をする人形、僕漢字がめっちゃ読めない。多分ねなんとか紹介なんですよもう子供の頃から漢字が読めないね。今ペッペッと打つと、変換が簡単やからね、皆さん難しい漢字を送ってきてくださるんですけどね、パッと初めて読むと読めないということが起きますね。うんぬんかんぬんぬんかんぬん、お人形がけん玉を蹴っているイメージで描きましたということで、 F45 えっちゃん
ニックネーム皆さん結構そうか、僕はラジオやりたいとか言ってるから、こうニックネームを書いてきてくださるんですね。ありがとうございます。結構書いてるけど僕読んでないんですけどね。うっかり名前言うてしまったりすると、これ録画ね、編集するのめんどくさいからなんですね。だからもうそのあたり全部カットしていくんですが、はい、こちらの作品ですね。面白いんですね。幻想的な風景ですね。面白いですね。なんかですね、すごく色も綺麗で丁寧に塗られているんですけど、このやっぱりこう三原色がものすごい強いですよね。赤青黄色、赤青黄色、画面の中で赤青黄色がものすごく強くって、でそれのこうなんかこうもうちょっと差し引きが、要はこの紙風船が同じぐらいの色の力の、ただ大きさの差はあるんですよ。でも同じような色にしすぎてしまってるあまりに、なんかこうせっかくこのけん玉蹴ってるなんかこうですね、髪の長いですね、人形というのが、ちょっと目立たないなとか、せっかくこの書いてる鶴のところの折り紙の鶴のところの色のにじみなんかものすごい綺麗なんですけど、なんかこの3色がまずパッと見えてきて、その後からね、けん玉を蹴ってる蹴鞠かな、なんかヘアスタイルの素敵なお人形がどっちかちょっと見えなくなってしまったな、もったいないなとかですね、こう顔のところ確かに見せたいんですけど、例えばこの顔のところを見せたいんやったら、その顔のところの横にある白さの面積をもうちょっと大きくしてあげるとか、この絵はやっぱりあれかな、もちろん色もあるんですけど、今そのところを大きくしてあげるとかせんと、やっぱこの足の暗さとかも結構この紫とかも強かったりするので、ちょっとそういう構成的にもちょっと難しいところを選んでしまったかなという気はします。ただなんか本当にこう大事に描いていく姿勢みたいなのはすごく好感持てますので、今後多分良くなっていくかなと。なんか本当に大きさの比率っていうのだけでも初めの段階、構想の段階で、例えば簡単な話じゃないですか。大きいのの横に小さいものがあればすごく目立つじゃないですか。それが同等の価値でこれあるような気がするんですよ。赤青黄色が同じような配色になっていて、一つ一つのパーツ区形もなんか似てる気がして、でもちろんこうけん玉のピンク色がボンと初めに見えてくるのは当然なんですけど、その2番目のところがどこやっていうのがちょっと見えにくくなってしまったんで、そういったところまで注意されてみてください。はい、こちらの作品です。金曜日2時になりました。なんでこんな時間取ってんのって感じでしょ。今週末もなんか遊びたいなと思ってるので、金曜のうちに仕事、夜中ですけどね、しております。はじめまして、チョコあんこさんですと初めて投稿します。諸事情により油絵を断念し、パソコンにより絵描いて、そうですか。いいと思いますよ。パソコンによって無料のアプリを使用して、油絵風に描こうとしていますが、うまくいきませんと。近所の言うほどの林を題材にしましたが、実際に現場でいろいろ構図を考えましたが、思うようにいきませんと。左上から差し込む光と木々の様子を表現しようと思いましたが、色彩に興味があり、完全に振り切れず、写実と曖昧になった感じです。リアル絵画ではありますのでご迷惑かもしれませんが、厳しく全然いいですよ。パソコンで描かれたということで、これパッと送られてきた時に左下にあるこのなんていうんですか、木綿豆腐ですか。木綿豆腐がなぜこの公園にポロッと落ちてるのかなっていうのまずパッと引っかかったんです、僕は。木綿豆腐、うちのチビがですね、やっぱ絹の豆腐は食べるんですけど、なぜか木綿豆腐を食べないという問題が我が家で起きていて、その木綿豆腐はなぜ木綿豆腐ちゃうかなんや、すみません、ジョークですよ。でちょっとそれがポンと見えてきてしまった。これ多分なんか石でできたこうあれでしょ、なんか椅子かなんかなんだと思うんですけど、木綿豆腐はなんで落ちてるのかな、巨大木綿豆腐やってまず見えてきてしまったのがあれなんですね。で油絵風に描きたいのっていうのはちょっとここの文章を読む限りだと分からなくて、色彩に興味があると言っているので、私ならばちょっと印象派とかを意識しながら描いていくのかなと。写実的にパソコンで描くんやったらあんまパソコンとかタブレットとかで描くやったら意味ない気がするんで、私やったらどっちかちょっと印象派、もっともっと厳格にしていくんやったらもうスーラぐらいを見て点描でいろんな
点をてっ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 て打っていって、でなんか10色やったら10色決めて、でそれをこうガーッと、いやテレビ画面じゃないですけども、細かいこう今そうどうなんですか、青色発光ダイオードになってからもやっぱそうなんですかね。いろんな色がベーッとなって、それが離れてみたら色に見えるっていうのを研究しますね、私やったら。でどっちかというとその個々の固有の色があまりにも個の色になりすぎてしまってるから、木綿豆腐問題が起きてきてるわけですよ。でやっぱり例えば黄とかでも緑とかでも、緑でもピンクとか入れても緑に見えたり、モネなんかまさにそうですよね。睡蓮の中にいきなり紫バーンと入ってたりするじゃないですか。それなのに引いてみたり、ピンクがバーンとかグレーがバーンと入ってるんですけど、引いてみたら青いとか緑とかっていう風に見えるんですよ。でそういうのを本当にこう今やったらすごい高性のなんとか画像みたいなのとかが結構なんていうんですか、ネット上にあったりして拡大とかしてみると、こんな分割してるんやなって。私やったらそうします。奥の方のグレートーンのなんていうところとかもで、そういうことをしてあげるのと、もう一つそういう印象派とかの方を目指していくんやったら、陰影をある程度つけてあげるというか、そういう時に写真を撮ってあげたらいいかなと思います。で自分で撮った写真ならば、パソコンで描く場合はトリミングじゃなくて、なんていうんですか、コピー、トレースっていうことをしてもいいかもしれません。うちの学生がなんかそんなことペペッと教えてくれて、 iPad でペペッとしたらこうやって生成できるんですよと、おいめっちゃ簡単やけんみたいな話をこの間したばっかなんで、形だけはそうやってストレスをなくして、どっちかというと色の方でそうやって遊んでいく、その時にスーラーとかモネとかを参考にされてみてはどうでしょうか。はい、こちらの作品です。すみません、あと何枚あるか。あとこれですね。すみません。こちらの作品です。はじめまして、絵画教室に通い始めて1年、私の YouTube を見つけて毎日勉強してくださいね。本当に皆さんにそう言ってもらえるとね、やっててよかったなと思いますよ。本当になんかね、もう本当私趣味がない人なんですよ。マジで。もうびっくりする。本当趣味ある時雑誌に書きましたもん。趣味なんかこうアンケートがあって、趣味の欄だけがずっと映画監修、いやそこまで映画も見んし、本もそこまで読まんし、なんかの音楽もまあそこまであれやし、ラジオ聞くことは暗いな。で結局趣味避けて書きましたもんね。それが30歳の時、25、6の時の雑誌やから、20年以上前かな。1990何年の本やったと思いますね。2000年ぐらいか、卒業してその卒業制作とかをいっぱい載せてくれた本があったんでね。20年も経つんですね。で、私のアドバイスは目から鱗、棚からボタン持ちで、今まで絵に対する考えすっかり変わってしまいました。というか、本物に忠実に描くかで堅くなになってましたが、どう魅力的に描くか、そうですね、感動をどう表現するかが大事なんだということで話しました。お話もとても楽しく、夜中にヒクヒクあそっか、周りに迷惑かけないように、女性の方ですね。確かにね、僕もなんか学生時代とか夜中にラジオをこう聞いてた世代ですけどもね、中学生とかの時ですね。うちのちびっ子とても可愛くて癒され、もう僕の顔変えときましょうか。ちょっと一時私の顔変えときましょうね。癒され、この企画続けてくださいということで、はい、このぐらいの枚数がねちょうどいいですし、今週なんかねものすごい優秀で、本当に2回送ってきた方1人だけ聞いたんですよ。ここで言いますけど、ちょっと間違えてましたっていうことを書いて、もうそのことはいいのにと思ったんですけど、結局未読ってついてるメールの数をこうじゃあ1週間で35点来てたら、じゃあ7点で5枚ちょうどいいわとかっていうのあるんですけど、36来てて1枚じゃあどっかに振り分けんとなと思ったら、1人が行くっていうね、GO の方ね、行くっていう漢字をどっちかというと天国の方に行くの字にされていて、もう一つメールが来て、すみません、行くが行くでした、間違えてましたというメール。そんなん大丈夫ですよ、もう見たら気づきますので、ということで私になります。はい、こういう編集もこのぐらいの枚数で、皆さんがちゃんとメールを送ってきてくれたら機嫌よくできるということです。でですね、船を丁寧に書かれてるんですよ。水面でしょうね。で、今日さっきも言いましたけど、まず水平運動。これね、本当にちょっと大きめの紙買ってこられて、もうなかったらもう新聞紙でも何でもいいですよ。どっかに段ボールかなんか貼っつけて、マジックかなんかまっすぐまず書く。とにかく今日一日
本当ですよ。僕予備校の先生してた時にある時1日やらしたことあります。3時間ですけど、よしお前ら今日今からずっと3時間、それが何かの効果につながったかわからないですけど、こう例えば水面描く時ね、それだけでまずおおよその当たりとかつける時は必ず多分こう描くと思うんですね。でその際に肩から動かす、やっぱ肘から動かすとストロークがくるくるってしちゃう。で垂直もとにかく重力っていうことをまずしてみてください。なぜかというと、左上に見えるこう海のところに突然ぐわーっとこうなんていうか波のように少し左斜め上上がりになっちゃってるんですよね。でとりあえず水平垂直運動ができるようになってから少し斜めの線とか入れていくと奥の方から波がうーっと来てるというような状態に見えてくると思いますので、そのあたりを少し、やってみてください。で、透明水彩、紙の種類まで書いてたかな。紙の種類が、もう紙の種類は書いてないんで F65 で、絵の具をこう色を濃いめにちょっとこうたっぷり溶いて、それをグッと塗って、で水もちょっと多めにギュッと塗ったりとかで、そこに水をちょんと足してみたりとか、そこに濃い絵の具をちょんと足してみたりとか、絵の具のちょっと遊びみたいなのをしてみてください。なんでかというと、この色で分かれすぎてるというか、例えば向こうに見えるこう岸壁というかなんかありますよね。向こうのとこでこう釣りマナー違反の釣り人たちが釣りしてそうな感じのところありますよね。堤防と言いましょうか。でそこのところと手前のところにある茶色は茶色に塗ってるとか、海というのはベース青色で描いてるとか、空も青と白で描いてるとか、要はちょっとこう見てると土台作りの時にもう少し違った色が入ってきたりとか、塗ってる瞬間にちょっと違った色が入ってくるようなことをできるようになるとだいぶいいなと思います。で船から伸びてるこうなんていうかアンテナ的なのもちろん曲がってたのかもしれませんけど、1本ぐらい垂直のがシュッとあるともっと良くなると思いますので、本当にちょっとなんか新聞紙じゃあれかもしれないですけど、なんかこう紙とかがあったりすると一回もう本当にこうまずマジックかなんかでお母さん何してんのって言われるかもしれませんけどね、小木曽先生言われたね、私頑張らなきゃってやってみてください。第109回は以上です。ではチャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。